さてさて、今回は星編の後編だよ。前回には入りきらないと判断したものを入れてるんだったな。まあそうなんだけど、一応今回説明するものについて言っておくよ。コリジョンルールっていう、2016年から適用されたものなんだけど、このルールが意外とややこしくて、よくわかっていない人もいるんじゃないかと思ってね。それに、このルールはキャッチャーにも深く関係しているから、今回の星編にちょうどいいかもと思ったんだよ。で、そのコリジョンルールってのは一体何なんだ？その前に、このルールができた経緯を説明するよ。コリジョンルール、これは衝突ルールっても呼ばれていてね、他には、マートンルールって呼ばれることもあるよ。マートン、どっかで聞いたことがあるようなないような。それは別の動画でのことだから気にしないで。まあ、マートンっていうのは、以前阪神に在籍していた外国人選手の名前から取ったもので、その選手の行動が原因となったとも言えるんだよ。2013年にヤクルトとの試合中、本塁への突入の際、捕手の田中選手にタックルを行い、田中選手は左鎖骨を骨折してしまっているんだよ。その後も、ヤクルト戦にて相川捕手や西田捕手にも同じくタックルを行ったため、乱闘騒ぎに発展してしまってたんだよ。これが問題視されて、会議にて当時ヤクルトの監督だった真中監督から問題提起が行われて、2015年の秋から試験的にこのルールが適用、2016年の1月から正式に導入されたんだよ。経緯は分かったんだが、肝心のルールの中身が分からないと理解もできないぞ。そうだね、そろそろルールについて解説していこうか。コリジョンルール、この規則の概要は本塁での衝突プレーについてなんだけど、得点しようとしている走者が、走路をブロックしていない捕手または野手に接触する際、避けれたにもかかわらず最初から接触を目論む、もしくは走路を外れることを禁じているよ。そしてもう一つ、ボールを保持していない捕手が、得点しようとしている走者の走路をブロックしようとする行為を禁じているよ。つまり、どういうことだ？毎回おなじみのこの画像で説明していくと、今回はまたやけにでかいな。説明しやすくするためだからね。ちなみに、キャッチャーと三塁走者はこの二人にやってもらうよ。なあ、普通の画像はなかったのか。この状態でさっきの説明の再現をすると、得点しようとしている走者が、走路をブロックしていない捕手に接触する際は、こんな感じだよ。次に、キャッチャーが走路を塞いでいた場合は、こんな感じになるよ。このルールが適用される前は、このような状態でも走者は避けたりキャッチャーの股の間からベースにタッチするという技術が求められていたんだけどね。衝突回避のために作られたルールなんだけど、これによってキャッチャーは走路を塞ぐ、つまり本塁を塞ぐことができなくなり、キャッチャーが不利になってしまったんだよ。それってルール的に大丈夫なのか？結局キャッチャーが不利になっているように思うんだけど。まあ、これも怪我を未然に防ぐことが目的とされているから、それに実際このルールは問題になっているけどね。ちなみに、メジャーリーグでも同じような案件が発生して、日本のプロ野球より1年早くこの制度が採用されているよ。それで、このルールは実際の試合で適用されたのか？ああ、初めて適用されたのは、2016年の3月15日、ヤクルト対広島のオープン戦でだよ。2回表、2アウト、1塁2塁、広島の相澤選手のレフト前ヒットで、2塁走者の松山選手が本塁を狙いアウトとなるが、ビデオ判定となり、ヤクルトの中村捕手が走路を塞いでいたとして、松山選手の生還が認められたんだよ。本当に適用されたんだな。そして、公式戦で初めて適用されたのは、同年の5月6日、西武対日本ハム戦だよ。3対2で迎えた6回表1アウト満塁、日ハムの西川選手への2球目が暴投となり、三塁走者が生還し、さらに二塁走者の浅間選手が本塁へ突入。本塁上で待ち構えていた西武の高橋光成投手が、住谷捕手から送球を受けると、滑り込んできた浅間選手にタッチし、アウトと判定されたんだよ。しかし、高橋投手が浅間選手に覆いかぶさる形で倒れ込んだことから、審判団が映像で検証。結果、高橋投手が走路を塞いでいたとして、浅間選手の生還が認められたんだよ。コリジョンルール適用で、初めて判定が覆った事例となったんだけど、基本的にこのルールは、捕手と走者の交錯を想定したものであって、初めて適用されたのは投手だったんだよ。その後、交流戦にてコリジョンルールが、初めて試合を決定づけることが起きたんだよ。2016年、6月14日の、広島対西武戦、2対2で迎えた9回裏、2アウト1塁2塁。広島の赤松選手のセンター前ヒットで二塁走者の菊池選手が本塁を狙いアウトとなるけど、抗議とビデオ判定の後に、西武の上本捕手の足が走路を塞いでいると判断されて、菊池選手の生還が認められたんだよ。これによって、広島のサヨナラ勝利が決定したんだよ。ここまで聞いてみてなんだが、結構苦情がありそうなルールだな。
まあ、このルールについてはプロ野球の OB からも問題視されている部分があって、捕手と走者のクロスプレーを最大の見せ場だという人もいるんだよ。ただ、このルールは本来怪我の防止を目的として、現役の選手たちや球団からの要望があって、意見を取り入れた上でできた制度なんだよ。その要望などでできたルールなんだけど、各球団の保守は、より技術の向上を必要とされることになったんだよ。ちなみにこのルールは、高校野球にも適用されているんだよ。怪我防止の観点から言ったら、必要なのかもな。一応、このルールには他にも色々規定があるんだけど、内容が複雑すぎてウプ主が放棄したから、このルールについてはここまでにするよ。それでは問題です。ねえ、その唐突なところどうにかならないの？まあ、今回の問題は2択だから安心してよ。野球の知識がない私は全然安心できないんですけど。この問題は、このルールができる何十年も前、クロスプレーによって起こった出来事から出題するよ。1969年10月30日、後楽園球場で行われた日本シリーズ、巨人対阪急ブレイブスの第4戦、4回表、ノーアウト1、3塁の場面。巨人はディレイドダブルスチールを仕掛け、一塁走者の王選手が二塁へ、次いで三塁走者の土井選手が本塁へスタート。阪急の岡村捕手は、投球を取ると一度二塁へ送球。二塁手の山口選手がこれを受け再び岡村捕手へ転送。本塁で土井選手と岡村捕手のクロスプレーとなった。岡村捕手は送球を取って、本塁に突入してきた土井選手を跳ね飛ばしたので、このプレーはアウトと思われた。しかし、球審はこれをセーフと判定し、完璧に土井選手の走塁を防いだと確信していた岡村捕手は激高し、球審を殴打。球審は岡村捕手に退場を宣告したんだよ。これは、日本シリーズ初の退場処分で、試合後記者にアウトだったのではないかと詰め寄られた球審は、帰宅後ミスジャッジをしてしまったかもしれない、と悩み、辞表を提出しようと考えていたんだよ。それで、この後真実がわかるんだけど、それはアウトかセーフ、どっちだと思う？そこまで聞いた時点では、アウトだったんじゃないのか、みんな怒っていたみたいだし。正解は、球審が判定したセーフだったんだよ。どうしてだ？この事件が起こった翌日、新聞によって前日のクロスプレーについて写真が掲載されたんだけど、そこには、跳ね飛ばされる直前に土井選手の左足が、岡村捕手の両足の間をかいくぐり、本塁を踏んでいる瞬間が映し出されていたんだよ。これにより、球審の的確な判定と土井選手の走塁技術の高さが称賛されたんだよ。ちなみに、阪急の西本監督はこの時、球審のことをジャンパイアだと批判していたよ。ジャンパイアってなんだ？まあ、それは後で調べてみて。じゃあ、今回はここまでにしておくよ。今回は、前回よりも割と更新は早い方なんじゃないか。まあ、スローペースなのは変わりはないけどね。次回は、少し思考を変えて解説していこうと思うよ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。